皆さんようこそ、東方研究スクールへ。研究部イケメン担当のゆっくりマリサだぜ。初耳なんですけども。冗談はさておき、今回は東方の中でも屈指のボーイッシュキャラについて解説していくぞ。ボーイッシュというと女の子だけど見た目がイケメンだったり、性格がイケメンキャラってことですが一体どんなキャラなのか楽しみですよ。今回はこの私ゆっくりマリサが解説するから楽しみにしててくれよな。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートだ。では、まず紹介するのは今回の主役とも言えるエイヤ賞の一面ボスを務めたリグルナイトバグ。ホタルの妖怪で、多くの虫を従える虫のリーダー的存在。東方エイヤ賞一面ボスとして異変解決に向かう主人公たちの目の前に現れますよね。ところがどっこい、無視されホタル狩りに遭い切り潰されそうになり、即退場するんだ。ストーリーに絡まない一面ボスらしいといえばらしいんだけど、歴代の中でも根性はピカイチなんだぜ。へえ、それはどうしてなんですか？なぜなら、エイヤ賞ではレミリアやユユコ、ヤクモゆかりといった化け物級の妖怪が時期として使えるんだが、そんな奴らに立ち向かっていく勇気。リグルかっこよすぎるぜ。無謀にも程がある気がするけどリグルの服装は人間の子供ぐらいの体育、首元にかかるかかからないかぐらいの緑色のショートカットヘア、甲虫の外羽を模していると思われる円尾状に分かれたマント、白シャツに紺のキャロットパンツと、数多い東方キャラの中でもかなりボーイッシュなキャラなんだぞ。ちなみに、新規老時には半袖に変わっているぞ。そのため、男の子と間違えられることがあるんだが、リグルはあいにくれっきとした女の子なんだぜ。実はこの前試しに胸触ったら結構あったしな。初の解説の時期抜擢で暴れすぎでしょ。ついでに言うと一人称は私で、ボーイッシュキャラにありがちな僕っ子でもないんだ。また、幻想郷の人にはかなり苦手とされる妖怪で、理由としては虫の大群と共に現れて虫を思い通りに操ることができるからなんだぜ。例えばムカデ、毛虫、ガなどといった虫が、一斉に襲ってくるから人々は苦手とされているな。なるほど、妖怪としては優秀な驚かし方ですね。またリグルは虫の妖怪なんだけども、正確に言うと先ほども言った通りホタルの妖怪で、ホタルは虫の中では、珍しく人間に人気のある虫なので、退治されにくく妖怪まで成長しやすいようだな。また蝶も人気があるので妖怪になりやすいようだぜ。そういえば、鬼滅でも毒を使うめっちゃ強い蝶がモチーフのキャラがいましたよね。それ胡蝶忍だろ。エイヤ賞以降は東方文化庁書籍、ゲーム双方で再登場。4コマ漫画付きの稲葉と地上の稲葉では密に誘引されてトラップにかかり、永遠艇に一時捕獲されたりもしていたぞ。リグル可愛いですなぁ。またグリモワール・オブ・マリサに弾幕が掲載されていて、結構活躍しているキャラなんだ。ちなみに、名前の A 表記はリグルナイトバグ。リグルとはうごめく、くねくね動くという意味で、ナイトバグとはホタルを指しているんだぜ。しかし、本作では目次でのみ名前の表記がファーストネームのリグルだけの表記となっているんだ。そんなリグルなんだが、外の世界の推しファンはめちゃくちゃいるんだぜ。確か、リグルのキャラ人気には他キャラとは一線を画すある特徴があるんですよね。そう、東方シリーズ人気投票等での成績でかなりの回でいることが多いと、散々な結果に終わっているリグルなんだけど、リグルにポイントを入れた投票者のうちで、複数いる愛好キャラの中から彼女を一番に選んだものの割合、すなわち一押し率の高さで見てみるとあるすごいことがわかるぜ。ほう、それは一体何なのでしょうか？一押し率集計がなされ始めた第6回から常にリグルはなんとトップ10に居続けていて、しかも最近のものに至っては、ゲーム本編には登場しない森近凛之介やモブキャラである幽霊らを例外とすれば、実質ゲーム正規登場キャラの中ではダントツの1位に君臨しているんだぜ。おお、リグルモテモテやん。このホタルっ子ちゃんいつの間にそんなにもファンを獲得してたんだ。また、姫リグルやイーリグルをはじめとする多彩な改造版の存在を含め、リグルのファンを名乗る者たちが、かなりコアで彼女に続婚かが明確にわかる結果と言えるな。確かにリグルの抱き心地ってブルースリーパー並みに良さそう。みんなのリグルから離れなさい。皆さんお待ちかね。次に紹介するのは東方界のユリの王にして我が母上の霧雨マリサだぜ。マリサの本編での初登場は第2作目東方風魔録の4面ボスで、ミマの手下として現れ、時間稼ぎのために戦うんだ。それ以降はレイムと同じく、東方文化庁、ダブルスポイラー、妖精大戦争、弾幕天の弱を除いた全ての作品でプレイヤーキャラとなっているぜ。旧作でのマリサについて気になる方はこちらを見るといいですよ。初登場が第2作目であった関係上レイムより登場回数がわずかに少なかったが、
両星大戦争においておまけボスとして登場したことにより、霊夢と並び登場回数最多キャラとなったんだ。さらに、各ゲームアプリケーションのアイコンはマリサが担当し、霊夢がタイトル画面を担当しているな。なるほど、そう言われるとそんな差別化がされていたのね。身長は成長期の10代前半の少女たちとして、やや低いグループ。ウェーブがかかった金髪に、片側だけ垂らした三つ編みが基本。この片方三つ編みが可愛いんだよ。さようですか。白いリボンのついた黒い三角帽子に、白ブラウス黒系の服、白いエプロンが基本で、黒と白が中心のカラーリングなんだが、ゲーム中の相手からは黒い間など、黒ばかりが強調されているね。もう一人の主人公、白霊霊夢の紅白巫女と呼ばれる赤と白の色合いとは対照的になっているな。これは霊夢の持つ音量玉にも欠けているようにも思えますね。ただ、いつも同一の服装というわけではなく、登場作品ごとに細部が異なっているぜ。特に、書籍系作品では季節や登場回ごとにデザインやアクセサリーなどが細かく変わっていて、結構なおしゃれさんでもあるんだ。そして下着はドロワーズを着用。パンティじゃないのかよ。自分のおかんのパンティ見たいんか？わかる。それはさておき、二次創作でのカップリングは、友人の霊夢や、同じ魔法使いのパチュリーにアリス、付き合いの長い凛之助など、他に、昨夜、フラン、ニトリ、ミマ、ルーミア、ナルミと、主人公ゆえの行動範囲の広さからか霊夢と並んで二次創作内最多のバリエーションを持ち、数々の女を抱いてきたんだぜ。プレイボーイにも程があるでしょ。これまた作品ごとに増えてますもんね。なぜこんなにもカップリングがいるかというと、まず男子キャラが少ないのと、中性的な口調、ひょうひょうとした態度、知的で洒落たセリフの数々。そして、魔法のほうきの二人乗り用になっているのもポイントだな。雪降る寒い夜にバイクで迎えに来るかのようごとくほうきで、登場してくるというイケメンプリですもんね。特にエイヤ賞発売後2005年頃までの二次創作はこの傾向のものが多かったんだ。男勝りで語尾がダゼなせいか、男らしい描写が多い。近年は少なくなってきたようにも感じられるな。確かにエイヤ賞ではダゼ数多かったですよ。おそらく可愛らしい方面で注目されているからだろう。公式でも周りが周りなのでマリサは、一番常識人寄りに書かれやすいんだぜ。東宝雑誌の東宝外来編で、ズンさんもマリサを出すと書きやすいと言ってますもんね。また勘違いが多発するが、口調が男勝りなのであって一人称は俺ではなく、私だからな。不快に思う人もいるためご用に注意しましょう。プレイボーイに書かれたり語尾がダゼだったりするが、内面は乙女という描写も多いな。また、書籍で意外と霊夢や凛之助に料理を振る舞っている家庭的な一面、ロリータ系の衣装を着ていることなどからだと考えられるぜ。さらに人里の大手道具屋の娘であるという設定や節々に出る育ちの良さから、実はお嬢様だったのではないか、と解釈されることも。ああ、確かにその可能性は高そうですよね。神主のコメントでは、マリサの実家は現在でも儲かっているらしいですよ。特に森近凛之助とのカップリングの、マリリンでその傾向が目立つな。ということでみんな、これからもマリサのことをよろしく頼むぜ。無駄に視聴者さんの好感度上げに行くなし。それでは、次に紹介するのは東方神霊廟で登場したもののベノフト。彼女は、豊里耳の巫女の同志剣部下であり、仏教と神道の宗教戦争を裏で糸引いた人物なんだ。巫女には大きな信頼と忠誠を寄せているぜ。それは、巫女が死海戦に至る術の過程で一人での実行を恐れてためらい、ノフトに先に眠りについてもらうよう話を持ちかけたとき、彼女の力を信じ実験台となったことからも、大きな信頼を寄せていることが伺えるな。どの作品も皿を投げて戦う戦法を主流としているが、皿の代金は巫女、もしくは神霊廟の経費が負担しているらしく、巫女は皿の代金も馬鹿にならんと言って頭を抱えているぜ。なかなかなメタな設定があったんですね。神霊廟ステージ5では復活の直後に主人公が侵入してきたため、霊廟を守るために迎撃に出たんだ。だが、戦闘後に神霊が集まっていることに気がつくと巫女が復活したのだと悟り、侵入者である主人公を放り出していってしまったんだぜ。敵の目もくれず自分の恩師に向かうところかっこいいじゃないですか。異変後は巫女と行動を共にしていて、たまに人間の里等を活動場所として、主要と幻想郷の環境に馴染もうと、努力していたりとなかなかのイケメンプリ。本人曰く、修行して自信が強くなっているのが素直に楽しいとのこと。孫悟空顔負けの名セリフやん。服装は頭、首、両袖、靴には五色のたなびく紐が付属しているんだけど、水管等に通常備わる袖くくりの以外は、何のためについているのかわからない謎のパーツ。総じて飛鳥時代というよりは平安時代の衣装に近いな。巫女と同じく復活の際に、服装を現代風にアレンジしたらしいのだが、
新しいものが苦手な彼女は、現代風をいまいちわかっていなかったようで、中途半端な服装になってしまったらしいぞ。宗教対立の裏で糸を引いていた、という設定上のあやめんや、蘇我とジーニシエの復活を邪魔したというエピソードからはかなりの作詞のように見えるが、実際のゲーム中に見られる性格は、素直で騙されやすいお人よしで思い込みが激しく、少し見えっ張りないわゆる愛されおバカだな。男の子主人公にありがちな設定ですね。さっきからレイムやマリサ以上の主人公気質にめっちゃ焦ってます。間違いない。基本の性格は自信満々の勘違いを否定されても素直に受け入れ、動揺しつつも謝る。レイムに敗北後いい戦いだった。感謝するぞ。敵を阻止するために蘇ったと言いつつ、大使が復活すると侵入者そっちのけで喜んで飛んでいく。など、基本的に素直な性格で敵にも称賛の声上げるという性格もめちゃくちゃハンサム。これさすがに主人公交代もあり得るかもなんでのふとのところカットしようか。それが無難ですね。それではラストに紹介するイケメン少女は、東方プロジェクトの第12作目にあたる東方精霊戦の5面ボスの虎丸翔。今年は虎年だから翔ちゃんの絵が多かったですね。あとやはりミコさんの絵も多かったですよ。それセーラーマーズやないか。彼女は本物の毘沙門天の弟子で、代理人も務めているんだぜ。翔は性格も見た目もハンサム。まず性格は、虎の体色のような金と黒の混ざった短髪で、頭上にハスのような花を模した飾りを乗せているな。虎への腰巻きをつけ、背中には白い輪を背負っているぜ。また左手には背丈よりも長い矛、右手には宝刀を持っているぞ。イケメンすぎだろ翔。この矛は威厳を保つための飾りで、杖代わりに使っているようだ。東方部門九樹によれば、この格好は偶像の毘沙門天を真似たものらしいな。ハニヤス神経気が見たら、等身大フィギュア作らしてって言いそうですね。またかな子からは、仏像っぽいやつと言っているぞ。もともとは白蓮の住む山の妖怪でしたが、白蓮より推薦を受け、黙認という形ではありますが毘沙門天の代理となったんですよね。非常に優秀な妖怪で、毘沙門天の代理としての業務も問題なくこなしていたため、人間からも妖怪からも信仰を一心に受けていたんだ。確か、ナズーリンを監視役と弟子に置いていますよね。ああ、代理となった際、毘沙門天は念のため監視役としてナズーリンをつけているんだが、それすら必要ないほど非の打ちどころがない働きを見せているぜ。そんな優秀ぶりから毘沙門天の代理である将が授かった宝刀。隙のない性格に見えるが、宝刀をどこかで落としてしまい、ナズーリンが古道具屋が所有しているのを見つけて買い戻してもらったりと可愛い一面もあるんだ。ナズーリンとの相性良すぎですよ。また、お寺にいるのにお酒は結構飲む方で、酔っ払うと態度が大きくなるといった一面もあったりするぜ。そんな虎丸翔は、白蓮が封印された時も特に取り乱すこともなく、業務をこなしていたようだ。封印された白蓮の復活のために力を尽くそうとしたりと、誰かのために尽くそうと頑張るイケメンキャラなんだぜ。さて今回の授業はここまでだ。視聴者さんの好きなボーイッシュキャラがいたら教えてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。